皆さんこんにちは、ひろやです。今日はちょっと僕の個展直前なんですけど、それの制作に追われている中、なんかちょっとね、作業しながら動画を撮るというのもありかなと思いまして、ちょっとね、皆さんもなんか片手間にね、僕の YouTube をラジオのように聞いていただければいいかなというふうに思ってカメラを回しております。でも早速ね、始めちゃうんですけど、全然展示とは関係ない話なんですが、この間、ジョーブとともあきくんとご飯に行きまして、で、しかもその時のね、主役がいまして、ジョーブのママ、ゆかぴーと一緒にご飯を食べようの会をしました。初めてね、ジョーブのお母さんと会って、なんか友達のお母さんと一緒にご飯を食べるなんて、なかなかないじゃないですか。しかも、ゆかぴー本当にお若い。なんか自分のお母さんとかって、なんだろうな。身だしなみは気をつけてはいるけれども、なんかあそこまでネイルをしたりとか、ブランドの服をちゃんと着ておしゃれをしたりとか、なんかそういうお母さんってあんまり僕の周りいなくて、やっぱああいうお母さんに育てられて丈夫という生物が出来上がるんだなっていうのを思い知らされましたね。うちのお母さんってなんかもっと無印良品の具現化みたいな人なんでゆかぴーというお母さん像が新鮮すぎてすごい楽しいご飯会になりましたみたいな最近の近況をお話しするとね、ありました。ちょっと展示の話をねすると、今回はこういった花言葉っていう僕の作品を作ってみることにしました。ちょっと水が欲しいな。なんかちょっと作品をね説明しすぎるのも良くないとは思う派なんですけど、日常から僕花をよく買ってて、今もね映ってるかな、背中で映ってないね。よいしょ。お部屋には何かしらのお花があったりするんですけど、花はもうなんかいつからかとかいうレベルじゃなくて、ずっと好きで、なんかふと思い立った時にさ、友達との遊んで終わった帰り道とかに花屋さんでパッと1本買って部屋に飾るみたいなことは、よくするんですけど、でも生け花って長くても1週間くらいで散ってしまうので、なんかそれも悲しくって、もらったその時、いろんな花を買う時ってなんかいろんな思いがあると思うんですよね。それこそ自分で買った時もちょっとテンションが高い時とか前向きになりたい時にこういうひまわりを買ってみたりとか、あと悲しい時とかにはさ、なんかあえて青色の人工的に色がつけられちゃったかもしれないけどすごく可愛いバラを買ってみたりとかさ、なんか僕はそういうこと結構するの好きで、しかもお花って贈り物になったりもするじゃないですか。僕もインスタグラムでいくつか前に投稿しましたけど、前の会社を辞めることになった時に同僚の皆さんに花をいただいたりもして、なんかそういう花って人の感情をこう乗せる形として代弁してくれるような、そういったものなのかなって思ったりもするんですよね。しかも花を見てさ、嫌だとか嫌悪感を持つ人ってこの世界にとても少ないじゃん。結構いろんな人が、多くの人がお花は、見て綺麗とか可愛いって思うんですよね、本能的に。あと僕がさ、よく花を買って帰る理由っていうのも、なんかちょっとインテリアみたいな話になるかもしれないけど、晴れとけっていう考え方が僕はよく話すんですけど、日常と非日常とも言うし、なんかその毎日とこうイベントごとがあるような晴れの日っていう、その対比ですよね。毎日が毎日晴れな人はいないけれども、その毛の時間や毛の空間、まさにこういった僕のね部屋、今日僕の部屋からお送りしてるんですけど、こういった僕の毛の空間になんか晴れの要素をちょっとでも持ってくるっていうことがオツというか、なんかそのカジュアルとフォーマルじゃないですけど、その晴れと毛のバランス感覚というものがなんかおしゃれにつながるような気もしていて、こうやってさ、お花が部屋に飾られてるだけで少し心が晴れやかになったりとか、なんかそういうのが好きでお花を日常から買うようにしてます。でも本当にお花って簡単にその晴れの気持ちを
運んでくれる、そういうものだなっていうふうに僕は思っています。で、肝心なのはお花をもらったりとか自分で買ったりもあるんだけど、そういうお花をドライフラワーにしやすいお花っていうのはね、あっちにもあるんだけど、ドライフラワーに自分でしたりとかして保存するようにしてるんですが、そうじゃない枯れてしまうようなお花に関してはできるだけ自分のその時の感情っていうものを記憶に残したいなと思っていて、これはこの花言葉っていう作品を作る以前からなんかに残したいなと思って、青空を背景に花を写真撮るっていう行動というか行いをしてたんですよね。で、今回はその花の素材がたくさん集まってきて、さっきも言った花がもたらす晴れの気持ちとか、人に渡したくなるようなプレゼントするときにありがとうとかおめでとうっていう感情を形にする力とか、そういったものとちょっと向き合いたいなと思って、そんな花が持つ力を僕の作品によってやばい、ケツいたもう少しエンハンスしてみようというか、この花の持つ力っていうものを僕なりに強めて表現してみようかなと思ったのが今回の作品の始まりです。で、花言葉っていうタイトルにしたんですけど、既存の世の中で言う花言葉とは実は全く関係がなくて、僕がこの花を持った時、そしてこの花を見た時に感じた感情っていうものを素直に乗っけてみようかなと。で、しかもそれは今ね、こうやって筆で書いている部分の白文字で書いているものがそうなんですけど、別に読めなくてもいいかなと思ってて、全然その今僕が書いているこの文字の形が視認できなくてもいいやっていうくらいな気持ちで、僕の筆の動きを感情に任せて書いてます。一枚の説明するのが難しいんだけど、例えばここのさ U とかもさ、もうべちゃーって潰れてるし、 A とかも線を分解してはみ出てる、もうこうやって見たら H みたいな感じに見えるくらい、もうそれくらいでいいかなと思って書いてます。もちろんこの作品を見てくれた鑑賞者の方々がなんていう文字が書かれてるんだろうなって、目を凝らして読んでもらっても別にいいんだけど、それよりもこの一枚の絵の中で配置や花と文字の距離感とか、この色彩とか、そういったものからなんだかふと心地いいなと思ってくれる、その感情の発芽自体に僕は意味を求めたくて、それこそがお花の持つ力だよなっていうふうに僕は解釈しました。はい。この文字書くのもすごくいろいろと試行錯誤したんですけど、これが正解かは分かりませんが、今はポスターの上からさらに展示するものに対しては文字のテクスチャーを後からつけるという、もう美術の教科書ガン無視みたいなことをしてます。もうルールとかどうでもいいよね。自分がいいと思ったものを最高に仕上げていく方法で作っていきます。そんなこんなで展示っていうのは、この動画が3月で、配信されているタイミングが分かりませんが、3月1日から3月12日の間にですね、東中野のプラットフォーム3という本屋さんで展示されてますし、あれ見せたっけさっき、これね、よいしょ、こういうポストカードも作ったし、このポスターもね購入できるし、あとは特別に限定なんですけど冊子も作っていて、僕のインタビューとか、あと僕の制作風景とかをちょっと1枚の冊子、ジンって言ったりする、ジンって言っていいのかなにして販売するっていう、ちょっと一応記録としてね、今回の展示を本にして記録もしてますので、その3種類が多分今回この展示で販売されるものかなと思います。ぜひ興味あったらね、手に取ってみてください。一応トークショーっていうのもね、
この作品に関してのさっき言ったことのもっともっと詳しい内容とか、僕の経歴の話、なんでこういうアートを今作ってるかということを、時系列的に昔こんな経験をしてとか、こういう勉強をしてたけど、それこそ僕建築学科なのになんでアート作ってんのみたいなこととか、なんかそういうことをね、プラットフォーム3の書店員さんと一緒にインタビューしてもらう形なのかな。トークショーをします。ちょっとね、オフラインチケットはちょっと小さい本屋さんだから座席数が限られてて、オフラインチケットはもうすぐ速乾しちゃったんですけど、オンラインでも見れますので、リアルタイムでね、僕が喋ってるところが見たいなとか、作品の話聞きたいなと思う方は、ぜひオンラインチケットですね。もうまだまだ購入できますので、アーカイブもありますし、はい、ご検討いただければいいなというふうに思います。よろしくお願いします。ちょっと展示の話が長くなっちゃいましたね。なんか、第1回の YouTube Q&A を配信したじゃないですか。まだ見てない方はそちらも見ていただきたいんですけど、なんかすっごい反響をいただいて、驚いてます。本当にありがとうございました。なんというか、一番面白いなと思ったコメントは、僕の声眠たくなるみたいな。だから、ベッドの中で見てたら、寝落ちしてしまいました。もう一回見ます、みたいな。なんかそれで、やった再生回数稼げたと思ってるんですけど、はい、すいません。なんかそんな感じで、意外となんか一人でもそもそ喋ってるのもいいなっていうふうに思って、コラボでね、友達と喋るのも別にね、わやわやするのもいいんだけど、なんかこういうふうに一人で今思ってることとか、最近あったこととかを、なんかダラダラと喋るラジオみたいな YouTube になっても、それはそれで面白いのかなって思ったんだよね。ちょっとね、どういう YouTube になるかは試行錯誤していきますが、なんかラジオ感覚でね、ながら聞きできるような YouTube になってもいいのかなってちょっと思わせてくれました。あと本当はね、今日天気が東京曇りであんまりいい日差しが入ってきてないんだけど、晴れの日とかだったらもうちょっと僕の家が可愛く映ってるから、僕ちょっと晴れの日の自分の部屋の方がお気に入りなんだけど、そういう時にちゃんと帰ってきてね、ルームツアーとか、あとちょっと今冬だからさ、植物が結構弱ってて、僕結構スパルタだからさ、水やりとか結構冬場とかは本当に週に1回やるかやらないかぐらい抑えてるんですけど、夏場のね、植物が元気な時にうちに育成している植物たちの紹介とかもできたらいいなとかね、思ったり思わなかったりって感じですね。あとはなんか最近インタビューとかお仕事もいただいたりとかずっとやりたかった物書きとしての文章の仕事とかも、なんかお声かけがあったりとかなかったりとか匂わせ、なんかすごくね嬉しいなと思いますね。そういうお声掛けをいただくのが。なんか僕結構全部やりたいって昔から学生の頃からなんか活動的にいろんな行事を自分たちで企画してやったりとかさ、全然素人なのにそれこそ展示とかやっちゃったりとかさ、いろいろやりたいことすぐ行動して形にしてきたんですけど、なんかおかげで結構表現の幅というかできることは結構多くて、僕がやってるのはそれこそこうやって YouTube もやれば音声だけのポッドキャストとかも友達とやったりとか、あとはノートでねエッセイを書いたりとかもしてるし、あと写真も撮ってさ、動画編集もこれ自分でやってるし、デザインもするし、今ちょっと空間監修、空間設計の仕事もいただいていて、それで図面も書いたりとかするし、なんかもう全部やりすぎてて、いつかなんか自分がパンクするんじゃないかなっていう状況ではあるんだけど、でも今ちょっと頑張り時なので、周りのサポートもいただきながら面白そうなことはやりたいなって。でもね、どっかでなんか自分の軸みたいなものは持っとかないと、なんでも屋さんみたいになってもあれだしね。ちょっと今年はいろいろやりながら、本当に自分がやりたいことはこれだったのかなっていうことを見つけられる、そういう2026年になったら嬉しいなっていうふうに、ちょっとだけね思ったりしております。なので全然いろんなお声かけというかお仕事のご相談はウェルカムです。よろしくお願いします。これ僕が毎日飲んでるプロテインとバナナとブルーベリーと牛乳の
ミキサーミキサーじゃないよ。なんて言うんだっけこれ。なんだっけあれシェイカー違う。あれなんて言うんだっけこれな。あれまあいいや。飲み物です。冷凍ブルーベリーが老化防止とか肌にいいとかいうなんか眉唾の情報を聞いたので、毎日冷凍ブルーベリーをミキサーにかけて食べてます。あとは納豆と卵もどっか一食卵納豆としてもお茶碗に入れて混ぜてもう書き込むっていうことも毎日してます。私の一応食に興味はないと言いつつも健康意識はあるのでそれくらいは毎日やってます。スキンケアとかもね大事だと思うんだけど、パックとかもするけどさ、結局はなんか摂取する栄養素だなというふうには思ってるので、だからこのプロテインも完全食、普通のプロテインよりちょっと高いんだけどいろんな栄養素が入ってるよって歌ってるヒュエルってやつを入れてるし、ちなみに僕の紹介コードができたのでクーポンでヒロヤって入れたら安くなるみたいです。ぜひヒュエル買ってみて試したいならね、ぜひクーポンとか使ってもいいと思いますよ。ういし。まあもう一塗りぐらいするか。めちゃくちゃ作業しながら YouTube 撮影で本当に恐縮なんですけど、意外と作業に追われております。はい。やばい、メールも返してない。本当にごめんなさい。企業の皆さん本当にごめんなさい。本当になんか自分がもう一人いたらいいのにとか思いますよね。なんか多分世の中僕より忙しい人なんか何百万人もいると思うんだけど、皆さんどうしてますか？忙しい時。なんかあります？忙しい時の秘訣。忙しいからこそこれを大切にしてますとか、忙しいからこそ疲労回復グッズとか睡眠グッズとか、なんか皆さんのあれがあったら教えてください。コメントでね、参考にさせていただきます。まあこんな感じでね、なんかコミュニケーションの場になってもいいよね、 YouTube っていうものが。本当に1本目の動画でたくさんコメントいただいたのを全部目通してますけど、いいねもつけてるけど嬉しかったんだよな。なんか来月はお友達と海外旅行とかも行くし、なんかそういういろんなコンテンツとかもね作れる機会があるから楽しみにしててほしいです。ぜひ気が向いた時でいいんで、僕の YouTube なんてながらで見てくれればそれで嬉しいです。僕もながらで撮ってるしよしってな感じで今日はこの辺で終わりましょうかね。腰痛。最後までご視聴いただきありがとうございました。やっと2本目。いやもう週1投稿とかできたらいいんですけどね、ちょっとなかなか、手が回んなかったらごめんなさい。でもなるべく早めにね、10本くらいは YouTube あった方がさ、チャンネルとしてもいいじゃないですか。だから早めに。はい、でも不定期にはなってしまうため、YouTube のチャンネル登録と、下の方に新しい投稿があったら通知ボタンとかあるのかな。なんかそういう設定もしてくれたらすぐに気づけると思いますので、ぜひご検討ください。ということで、こんな動画を見ていただきありがとうございました。皆さんもお仕事頑張ってください。それでは学生さんも勉強頑張って。じゃあね、また次の動画で。さよなら。